よいしょ。これは蓋の鋳型です。まあこう 2つ組み合わせて、ここからこう鉄を流すと中に空間ができているので、そこに金属が流れて固まると、まあ、蓋ができるという型になってます。なのでまあこうですね、ここから流れて固まるとこうなると。で本当はここもこう鉄が固まってあるんですけど、切って、はい、で整えるとまあこうなるとなんですね。でまあこの型自体は木型というものをこう回しながら作るので、できるんですけど、この蓋の持ち手、これはつまみって言いますけど、この部分はその木型というものを回してはできないので、違う作り方で型を作ってます。あれつまみどこにあるんだ。つまみってある？ある。ありがとう。でそのつまみ自体はまず原型というそのつまみの形をしたものを粘土とかで彫刻で削ったりして作ります。でそこに粘土をかぶせてですね、くる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 ってやって、で、半分にこう切ってパッとこの原型から取り外すと、外してもう一回、切って離したところをこう合わせると、こういうものができるんですが、これ自体はこの原型を写し取った型になってますので、こう中に空間があって、その空間はこの原型を写し取ったものになっているんですね。なのでここに鉄が流れていくと、これ自体ができるという型になってるんですね。なのでこういうのを別個で作って、この蓋の型のこの部分ですよねに埋め込んで、上手にあとはきれいに一体になるように、整えて、鉄を流すと、この蓋の本体の部分と持ち手つまみの部分が一体となって出来上がるという作り方をしてます。2つの型を組み合わせてこういうふうにそうです。流すのは1回で作る。そうです。はい。木型という道具をこう回転させてこの型自体は作るんですけど、このつまみは回転で作れないので、そういう場合にはこう別で型を作って組み合わせて埋め込んだりして組み合わせて作ってます。はい、なので2つのそうですね、この本体とあとはつまみの型2つを組み合わせて使ってます。なので鉄瓶の本体の型でもそうなんですけど、この、回転体として作られる型自体は、作れるんですけど、注ぎ口の部分ですね、はその回転体として作れないので、そういう注ぎ口の型もですね、これは実は別パーツでこのつまみと同じように作ってから埋め込んでるという作り方をします。いろいろとやっぱりその400年の中で工夫があって、その技法が今にも伝わってきて、我々はそれを学んで、るのでできますけど一からやれと言われると結構いろいろと工夫が必要なので、その辺がやっぱり伝統工芸の技術が継承されてきているという価値なのかなとも思いますけどね。はいろいろある中で、長スタジオさんの特徴どういうことですか？特徴ですね。なんだろうな。僕の父親がもう職人をやっていて、58年ぐらい
職人やってるので、はい、半世紀以上やってるんですけど、父親が師事した師匠が、南部鉄器のですね、始まりからずっと続いているところの鈴木半吉森久、いわゆる13代目っていう人に師事をして、父親が職人の修行をしてます。でその13代っていうのが、業界で唯一無形文化財に指定されてた人なので、かなり技術が高くいい人に、でっち奉公で父親が指示して、修行してるっていうこともあるので、やっぱり技術的に、父親はかなり高い技術を、継承してます。あとは当然茶の湯も13代は力を入れて取り組んでたので、やっぱり南部鉄器持ってる、技術とか、あとは、茶の湯の精神とか、そういったものをですね一緒に暮らしながら学んでいて、我々もその父親の技術とか姿勢を学んでものづくりをしているので、言ってみたら南部鉄器の芯の部分というかに関してすごくなんでしょう、我々職人としても学んでいたり、作っているものも、そういったものをしっかり表現するものづくりをしているというのが一つ特徴かなと思います。あとさっきちょっと話にあった職人の育て方みたいなのを設計してるっていう話を、ちょっと改めて。はい、そうですね。なんだろう。職人、そう、でこういった工芸品って、職人の手作りで作ってるんですよね。でやっぱりその職人がどういう姿勢を持ってるかが実は無意識にもものづくりに出てしまったりとか、やっぱり技術だけ、技術も当然継承していくことが大切なんですけど、姿勢も継承していくことがものづくりにとっては多分すごい大事で、やっぱりその点をしっかりうまくやっていかないといいものづくりが当然できないですし、未来のことを考えれば将来に素晴らしい技術を伝えることもできないので、やっぱりそこに力を入れたいなとずっと思ってましたと。ですのでいかに今現代だと表現が正しいかわからないですけど上手に学んでもらう環境を作れるかとか、あとは上手に成長できる環境を作れるかっていうことを、力を入れて取り組んでまして、一応それが赤いりんごという鉄瓶を若い職人が全工程携わって作るということで、もう早くですね、全工程に関わることで、課題感も早く発見して、でそれを日々、修正していくことによって、より将来的には技術のある素晴らしい作品を作れる職人を育てたいという取り組みを今やってます。昔ながらの考え方だと分業みたいな全工程っていう。そうですね。というか習うのに時間がかかる。順番に難易度の低いものから順番に数年という単位で順番にやっていくんですよね。それで順番に習得していく方法が従来の方法で、そういった方法だと父親が全工程に携われた、最後着色なんですけどね、携われたのは30年後なんですね修行し始めてから30年後なんですね。やっぱり現代においてはやっぱりそれなかなか30年間時間をかけるっていうのは多分いろんな観点で許されないので、従来と比較すれば変えなきゃいけないところがあるだろうなという視点で変えているところですね。あとはそのユーザーの面から言うと、はい、400年経って今の暮らしの中で使いやすいように工夫してる部分とかって。そうですね。使う環境変わっていて、熱源も例えばで熱源も変わっているので、当時はいろりとかおからとか、火鉢みたいなもので、炭が熱源だったりとかしてる時代もあって、少し前だと、今もそうかもしれないですけどガスが熱源だったりもしてますけど、最近だと IH とか、火自体がない
熱源を使っているご家庭も多いので、まあ、そういったところに合わすの方も使っていただけるように IH 対応にしているとかですね、はい、まあやっぱ現代の生活環境に合わせた取り組みもしてます。あとは、やっぱり伝統的な技術なんですけど、使い手からするともちろん伝統的な良さもあると思うんですけど、もうちょっとこうミニマルなというか生活環境に合ったあまり周りにを害さない馴染むようなデザインっていうのも好まれると思うので、赤いリングに関しては結構ミニマルなデザインにしてあって、いろんなこうご家庭の景色を邪魔せずに馴染んでもらえるようなデザインを取り入れたりもしてます。はい、そうですね。全くやる気はこの職にやる気はないというかやるつもりはなくて、はい、学生時代は東京の方に出て食品メーカーの営業を7年弱やってました。なので当初やるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりこう商売を食品メーカーの営業としてやってると、この伝統工芸の商売としての面白さもそうですし、やっぱり、携わってみるとよく分かるんですけど、日本だけじゃなくて本当に海外の方からも評価していただけるとか、やっぱりこういろんな人、小さい規模かもしれないですけど、それが海外の方からも喜んでいただけるってことだと思うので、そういったこともすごく魅力的だなと思いましたし、あとは技術のこう追求も終わりがないので、職人個人としても終わりのないこう問いの中にずっといられるっていうのも楽しそうだなと思ってですね。で10年ぐらい前にサラリーマンを辞めて、職人として、歩んでいるところです。